どうも、生き物採集の神様です。はい、実は私神様だったんです。こっちに映ってるこの緑のトカゲ、なんだと思いますか？これ。これ皮がむけ残っとるな、ちょっと。脱皮仕掛けでね、皮むけ残ってますね。ちょっと後で剥いであげましょう。これはサキシマカナヘビという八重山諸島固有のカナヘビちゃんですね。固有種です。これは私が2020年の1月23日に西表島で採集したものですね。先日、西表島までサキシマカナヘビを採集しに行った時の動画を出しましたけども、あの時なんでね、急いでこんな冬に採集に行ったのかというと、2月10日、この動画の公開日、今日ですね、本日2020年の2月10日から、絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律、施行令を改正する政令が施行されます。本日2月10日からね。それに伴いまして、このサキシマカナヘビが国内希少野生動植物種に指定されます。国内希少野生動植物種に指定されますと、その種の採集、捕獲、販売などが禁止になります。そう、つまりね、もう、このサキシマカナヘビ、野外で採集することができなくなってしまったわけです。もうペットショップで買うこともできません。もう販売禁止なんでね。ちょっとね、皮むけ残ってるんで剥いであげましょう。このむけ残りを放置しとくと大変ですからね。おー、ほら綺麗に剥げた。ほら古い皮がむけたところは綺麗な緑色ですね。よちよち。かわいいでしょこの子。こんなかわいい生命体がね、採集禁止になっちゃったんですよ。絶滅の恐れがあるとか言っても、西表島にね、結構いましたよ。石垣島に行った時もね、ちらほら見ましたけども、そんなね、絶滅の恐れがあるような感じには見えませんでしたけども、とりあえずね、もう法律で決まってることですのでね、法律、絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律、いわゆる種の保存法ではね、尻尾の皮も抜け残ってますね。内閣が政令で、国内希少野生動植物種に定めた種は、もう取っちゃいけない、もう売っちゃいけないっていうことになっちゃってますのでね、残念ながら、尻尾の皮結構綺麗に剥けるね。残念ながらね、もう入手することができません。いや、残念でしたね、入手できなかった人。もうね、多分皆さんが生きてる間に、このサキシマカナヘビの指定が解除されることはないんじゃないでしょうか。一回指定された種が解除されたことってね、多分今までないんでね。残念ながらもう半永久的にもうサキシマカナヘビを採取することはできないでしょうね。私が総理大臣になったらね、政令変えて外してあげますけれども、そんな未来はね、多分来ないと思いますので、ほら、取れましたね。でもちょっとこの部分抜け残ってる。こうやって綿棒で優しくこすってあげるんですよ。あんまり強くやるとね、尻尾切れちゃうんで、慎重にですよ。優しく優しく。ほら、綺麗な長い尻尾でっちゅね。よし、取れた、剥けた。よしよし。ほら、見てください。超かわいいですね。それでね、規制されちゃうんで、今日から規制だったんで、今日までにね、取っとかなきゃいけないということで、急いで西表島に採集しに行ったんですよ。本当にね、残念ですよ。もうサキシマカナヘビちゃんを捕まえることができないなんてね、非常に悲しいですね。もう多分一生ね、サキシマカナヘビ捕まえることはないでしょうね。でもね、政令が改正される前に捕まえたものに関しては、引き続き飼うことができますからね。なので2月9日までに入手したものに関しては、全然ね、買うの OK なわけですよ。合法なわけですね。戻してあげまっちゅね。ほら、かわいいでちゅね。超かわいくないこれ、緑で。かわいい。やばい。やばい。やばい。もうね、本当に、やばいって感じですね。なんかね、高橋さん飼い始めてからね、私カナヘビマニアになっちゃったみたいでね、いろんなカナヘビ欲しくなっちゃってます、今。ちょっとなんか抜け残りあるんじゃない？待って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 。よしよし。よしよし。ちょっとね、この部分抜け残ってたんで、目の上の部分。取ってあげまっちゅね。よちよちよち。綿棒で。そーっとそーっと。目を傷つけないように。ちっちゃくて。取れた取れた取れた。
取れましたよ。取れましたよ。かわいいでちゅね。本当にかわいいな、先島カナヘビ。入手できてよかったわ。ほら。かわいいでちゅね。かわいいね。ちょっとね、ほんと最近カナヘビマニアになってきてるんですけれどもね。多分日本産のカナヘビ類はね、日本カナヘビ以外、そのうち規制されちゃいそうな気がしますね。ですから、もう今のうちにいろいろ取っとかないといけないですね。先島カナヘビももう入手できなくなってしまいました。非常に悲しいことですね。かなち、かなち、駆け込み採集なんてやってたらね、余計になんか締め付けきつくなりそうな気もするんですけれども、やっぱりね、自分は欲しいじゃないですか。ね、自分がとりあえずね、取って飼うことができれば、まあ後の人のことなんてぶっちゃけどうでもいいんでね。なのでね、取りに行っちゃいました。もうね、身勝手だと言われたらもうその通りなんですけれども、やっぱりね、生き物やってね、エゴの塊みたいな人が多いんでね、ちょっとゴキブリあげますね。お腹空いてるかもしれないんで。ほら、ゴキちゃんでちゅよー。ゴキちゃんでちゅよー。お、反応しとる反応しとる。お、あ、食べた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 。お、あ、食べた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 。食べましたね。食べましたね。あ、また狙ってる。あ、また食べた。また取って食べた。おいちいでちゅかー。いやーもうこんなに可愛かったらさ、あ、ほら、また狙っとる狙っとる狙っとる。ミスった。捕まえた捕まえた捕まえた。捕まえた捕まえた捕まえた。捕まえた捕まえた捕まえた。いやだってこんだけ可愛かったらそれはもう取っちゃうでしょ。駆け込み採集も何もしちゃうよね。もう正直ね、もう可愛すぎるのが悪いですよね。先島カナヘビちゃんが。ほら、食べとる食べとる。可愛いでちゅね。脱皮したての君はいらないのかな。脱皮したてのバブちゃんはいらないんでちゅか。また食べとるこっちの子は。お腹が空いてるんでちゅね。連れてこられたばっかの時はね、移送のストレスとかで食欲なかったりするんですけれども、この子たちはね、今のところ連れてきた初日からちゃんと餌食べてます。かわいいでちゅね。ペロペロちとる。あの子ちょっと目の上の皮がむけ残ってますね。ちょっと、後で剥いてあげましょう。かわいすぎでしょ。んぎゃわいいんぎゃわいい。ほんと可愛すぎてね、多分もう先島カナヘビのことしか考えられなくなっちゃう人がいるから、それでね規制されちゃったのかもしれないですね。まあ麻薬みたいなもんですよね。薬物みたいな感じでね、それで規制されちゃったのかもしれない。また食べたね。よう食べるなお前。また食べた。また食べた。この子はね結構食欲があります。この子は脱皮直後なんでね、多分あんま食欲ないんだと思いますね。緑のカナヘビって日本にあと2種類いてね、1種類は宮古カナヘビっていう宮古島の固有種なんですけども、もうこれはね国内希少野生動植物種にすでに指定されてしまってるので、これはもうね採集することできないんでもう諦めてますけれども、青カナヘビっていうのがね沖縄に生息してまして、こっちはねまだ指定されてないんで、指定される前に早めにね今度は駆け込みじゃなくて、まだそういう話も出る前にね堂々と取っておきたいなと思います。どんどん高橋さんの子分増やしてきますからね。カナヘビ可愛いんでね、先島カナヘビ増やしたいな。オスメスなんでね、これオスメスなんでね、もしかしたら繁殖するかもしれないですね。繁殖してほしいな。食べとる食べとる。可愛いでちゅね。本当に。なんでカナヘビってこんな可愛いんでしょうね。本当に。可愛いでしょう。カナヘビちゃん。いやーでもちょうど規制かかるタイミングの時にお金も時間も余裕あってよかったですよ。本当に。やっぱり離島に採集しに行くって言ったらね、お金も時間も必要になりますからね。やっぱり離島に採集しに行くってなるとお金も時間も必要になりますからね。逃げられた。残念。食べてる食べてる。飲み込んだ。もう入手できなくなってしまった先島カナヘビですけれども、すでに入手しているものに関しては問題ないのでね、これからもたまーに動画に出していくので、皆さん見守ってあげてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。ほら、愛想せんかいお前らも。愛想せんかい。ほら。バイバイ。